んにちは。今回はこちら、セリアで購入しているキラリ、ニューキラリですね。カラーナンバー1番、ポリエステル 100%、25g94m 入ってます。かぎ針が4号から5号ですね。こういうのを、麻紐と引き揃えて、麻紐バッグ編んでいこうかなと思います。こちらが麻紐 520m 入ってます。こちらは楽天ルームに載せているので、よかったら見てみてください。で、こちらも中からかな。これ初めて買ったんですけど、引き揃えたら可愛くなるんじゃないかなと思って。外からかな。ちょっと中から取っていってみます。中から取れますね。中から取って引き揃えて編んでいきます。めっちゃキラキラって感じですね。これをちょっとこういう風に合わせていきますね。で、今回は10号で編んでいこうかなと思います。はい。こういった感じで引き揃えて2本一緒に編んでいきます。輪を作って、で、この輪の中に、10号ですね。輪の中に細編みを6個していきます。ここが鎖編みを1つして、この輪の中に細編みを6個していきます。1、2、3っていう感じで6個していきます。で、最初のところにマーカーをつけておくといいかなと思います。はい。6個細編みを入れてきました。そしたら、ここの中心をグッと引っ張って締めます。で、同じ方向でずっと編んでいこうかなと思います。で、ここいつも引き抜き立ち上がりするんですけど、ここのマーカーが入っているところから2段目を編んでいこうかなと思います。ここに針を入れて、この糸は後ろに巻き込んで編んでいきます。ここから2段目の増やし方。同じところに細編みを2つ、巻き込みながら編んで、で、1つ目のところにマーカーをつけますね。これで同じところに2つずつ細編みを1段編んでいきます。はい。こんな感じで同じところに2つずつ細編みを入れてきました。そしたらマーカーのところが来たので、一番最初。ここが次3段目。3段目の増やし方で編んでいきます。1、2。同じところに細編み2つで始まると思います。円の増やし方はいつもと同じなんですけど、この引き抜き立ち上がりなしで編んでいくっていうだけですね。次1つ。で、次2つっていう感じで、ずっとぐるぐる編んでいこうかなと思います。で、円の増やし方は別で撮っているのでよかったら見てみてください。上にリンクを貼っておきます。ではね、ずっとぐるぐる好みの大きさまで編んでいこうかなと思います。はい。こういった感じで編んできてました。で、ここで何段編んだかというと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10段編んできてます。で、一番最後は4一つずつ細編みを入れて増し目。で、8一つずつ細編み入れて増し目の段で終わってます。で、これでサイズを測って進めていこうと思います。だいたい底が、だいたい20センチぐらいですかね。何か参考にしていただければと思います。ここからは、いつものように、増し目なしでぐるぐる編んでいこうかなと思います。で、引き抜き立ち上がりなしをしているので、この一番最初のところは必ずマーカーをつけて進めていきます。で、一つに対して一つぐるぐる編んでいきます。で、ここから増し目なしで編んだっていうことで、ここにも横にマーカーをつけて進めていこうと思います。で、好みの高さまで編んでいきます。はい。こんな感じで編んできてました。結構が見えましたね。このキラキラの糸。ここでなくなりました。1玉分で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14段の、途中まで編めてます。で、ここからもうキラキラを足していこうかなと思っていて、この細いから、どうしようかなと思って、いつもの巻き込み方、ここで糸を足していこうかな。こうして、ちょっと長めに残しておいて、こちら裏なので、長めに残して、で、こうやって押さえて、糸をかけて持ってきます。
で、ここからはこの2本同時に巻き込んで編んでいこうかなと思います。すごいキラキラして私目が良すぎるんでめちゃくちゃ目が痛いんですけど、こんな感じでスーッと巻き込んで、ある程度巻き込んだら外して、いつものようにまた編んでいこうかなと思います。それでまたもうちょっと深さが欲しいなと思うので、深さを編んでまた何段編みましたっていう感じでお伝えして進めていこうと思います。はい、こういった感じで側面編んできました。この辺かなと思うのでここで止めて、でここから持ち手を編んでいこうと思うんですけど、側面何段編んだかというと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 段編んできています。でここから持ち手を編んでいこうと思っていて、60目全体的に、あって、それを2分割にしたら30、30片面があって、で片面30をまたさらに3分割します。で10、10、10になるんですけど、ちょっと今回も間をこう大きくしようかなと思うので、一つずつ中に持ってきて9、12、9にしようかなと思います。でこういう風に端を持ってみて、そんなに全体的に歪みがないかなと思うので、ここから9編んでいこうかなと思います。今回は9って決めたので9を細編み入れていきます。ここ一番最初で、引き抜き立ち上がりをしないので、またマーカーを入れていこうかなと思います。ここ1つ目で1、2、3っていう感じでここまで9細編みを入れていきます。はい、9細編みを入れてきました。そしたらまたここから持ち手をつけていくので、1、2、3って感じで鎖編みで好みの長さまで鎖編みを編んでいきます。はい、こういった感じで今回は25の鎖編みで決めていこうと思います。で、この状態で入ってないところから見て、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 個今回分けるので13個目のところに針を入れて、で細編みでつなげます。でここがまた1つ目っていうことで 1,2,3,4,5 って数えて9細編みを入れていきます。はい、こういった感じで9細編みを入れてきました。で半分の中でこういう風に入っているので、もう反対側も9細編みを入れて25、今回は鎖編みを編むので25を開け、鎖編みをして、でここは12開けて9細編みを最後まで入れていきます。はい、こういった感じでもう反対側も同じように編んできました。めっちゃ可愛くなりそうでまた同じようにずっと同じ方向で編んできたので、ここからも同じ方向で編んでいこうかなと思います。マーカーとでここは最初なので、最初のところに細編みを入れたら必ずこの最初っていうことでマーカーをつけておきます。でまた一つずつこういう風に入れていきます。で入れていってこの持ち手の際まで編んでいきます。はい、こんな感じで持ち手の際まで編んできました。そしたら一番端のその手前にいつものようにこういう風に引き抜いて、でこの状態で一番端を飛ばして鎖編みの1つ目、ここに、裏山をこうね手前に取って裏山取って、で向こう側に通すと2本取れてるので、ここで糸をかけてきてこの3本になった状態で一度に引き抜きます。これでちょっと引き締まるかなと思うので、ここで、このあと3点同じようにして、で鎖編みのところはまたいつものようにこの裏山をこう逃がして、今みたいな感じで逃がして、で向こう側に倒して引き抜いて細編みでずーっと最後まで同じように編んでいこうと思います。はい、こういった感じで一周細編みを入れてきました。で言い忘れてたんですけど、中表で編んでますね私。ちょっと編みやすいのでちょっと紛らわしくしてたら申し訳ないんですけど、で最初の細編みの頭から、ここで引き抜き編みを一周編んでいこうかなと思っているので、
この引き抜きで1つ目っていうことで、マーカーどこ行っちゃった。1つ目。ここから始めましたってことで、マーカーをつけて、で、ずっと1つに対して1つ、引き抜き編みを1周編んでいこうかなと思います。これでずっとこの今つけたマーカーの手前まで引き抜き編みを編んでいきます。はい。こういった感じで1周引き抜き編みを編んできました。で、ここは一番最初なんですけど、で、一番最後のところもいつもは入れるんですけど、今回もこうやってやめて、ここで目を作って終わりにしようかなと思います。で、ここで糸をカットして、パチンと。で、セット抜いて、で、ここで糸始末をしていきます。針に糸を通して、で、最初のこの引き抜き編みのところを下から上に取って、こういう風に糸を引いて、で、ここで目を作って終わります。このように。周りと同じぐらいの長さが残るようにして、で、出てきたところに戻ります。で、あまり引きすぎず、自然な感じで終わります。で、こちら側を裏にしているので、裏にいつものように糸始末をしていきます。ではちょっと進んで、で、ちょっと返し、で、またちょっと進んで、返しっていう感じで、いつものように糸始末していきます。こういった感じで。で、ギリギリで糸をカットします。で、今回もこの中を引き抜き編みをしていこうかなと思います。中側表出来上がりにして、で、ここよりちょっと上のところから始めようと思います。裏山の残っているところを針取って、で、また2本取りで引き抜き編みを1周編んでいこうかなと思っています。そうして、で、こちら側裏なので、裏に糸を当てて、で、こう持ち直して、引き抜いて、で、引き抜いたところには入れなくて、その次にすぐ、この裏山を取って引き抜き編み。で、ここの糸は残していきます。で、ちょっと見にくいんですけど、一番最後の裏山、ここまで取って、今回は、いつもね、ここを1個飛ばしたりとかいろいろするんですけど、その時と場合によって、ここはね、全部取っていこうかなと思います、今回は。引き抜き。ここは取るところがないので入れないで、一番端のところを入れようかなと思います。で、こういう風に1個決めると、あと3点も同じように編んでいくので、覚えておきますね。で、ここはずっと、細編みの頭を引き抜き編み。で、ぐるっと一周、ここも同じようにして、最後まで引き抜き編みを入れていきます。はい。ぐるっと一周編んできて、で、一番最後のこの裏山のところまで入れました。で、ここで糸をカットして、カットするときこう、ふわっとなるんですよね。このキラキラしたのが。だからちょっと気をつけて、カットして、で、セット引き抜いて、ここで、さっきと同じように糸始末をしていきます。針に糸を通して、で、また最初のこの引き抜きのところを下から上に取って、で、目とやってあとは目を作るようにして、こう、帰ってきて、で、ここで、こんな感じで、ちょっと様子を見ながら、目を整えて、裏に返し返しで糸始末をしていきます。で、反対側も同じように、今回飛ばすところっていうか、この取るべきところではないところを飛ばして、ずっとあとは引き抜き編みを一つずつしていきます。中側からですね。こういう感じでもう片方も同じように仕上げていきます。はい。こういった感じでもう片方も同じように仕上げてきました。で、表に返しました。で、ここでサイズを測っていこうかなと思います。ここが底で、底と側面の間。なので、こういう風にして、で、深さから測っていきます。中心部分が、だいたい 14.5 センチ。で、マッチも測ってるんですけど、ここなので、
ここで18センチぐらいですかね。で、横幅がペタンとした状態で、30センチぐらいで持ち手、この中を測っていきます。中を測ると、22センチ。で、幅が2センチぐらいですね。何か参考にしていただければと思います。このキラキラの方は、2玉目でこれぐらい残りました。何か参考にしていただければと思います。ここのね、本当は全部キラキラっていうのは結構しつこいかなと思って、この持ち手のところだけ麻紐だけで編んでいこうかなと思ってたんですけど、結果全体的に入れてめちゃくちゃ可愛くなったかなと思います。そんなに大きいバッグではないんですけど、めちゃくちゃ存在感があって、すごいしっかり編めて、で、麻紐の独特のふわふわも、このキラキラを、ふわふわとかキラ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 を巻きつけたことで、そんなに気にならないかなと思います。こういった感じで、派手すぎず、地味すぎずっていう感じで、そんなにめちゃくちゃ派手にならなかったですね。なので結構使いやすいんじゃないかなと思います。こういった感じで何か参考にしていただければなと思います。今回も最後まで見てくださり、ありがとうございます。